さて今回はですね、あなたが共有してくださった資料、ブログ記事とか動画の書き起こし、あと署名活動のページなんかをもとに一つの状況を多角的に見ていきたいなと。はい。焦点になるのは、1歳のお子さんを持つお母さんが亡くなった場合の遺族年金の話、それと今 SNS で結構注目されているひなたくんを守りたいっていう活動、ありますね。あと公的な給付金の、不正利用っていう問題、このあたりがどう交差してくるのか、ちょっと深く見ていきましょうか。今回いただいた資料は本当にその痛ましい個別の事例から始まって、社会制度の仕組みですとか、その潜在的な問題点、さらには悪用の可能性みたいな側面まで結構広く深く掘り下げてますよね。遺族年金っていうセーフティーネットの話、それから親権をめぐる、司法判断の難しさ、そして公的支援制度の運用における課題、これらをちょっと冷静に一つ一つ紐解いていければなと思います。あなたにとってどういう意味を持つのか考えるきっかけになれば。まず基本的なところから確認したいんですが、お母さんが亡くなられたと、残された1歳のお子さんとその養育者の方にはどんな経済的な支えがあるんでしょうか。資料を見ると遺族基礎年金っていう言葉が出てきますね。はい、それが基本になりますね。令和6年度の額で言うと、基本額が年で約82万円。82万。それにお子さん1人の加算がだいたい23万円くらいなので、合計すると年間で105万円ほどですね。なるほど、年間105万円。はい。これが原則としてお子さんが18歳になる年度の末まで支給される可能性があるということです。ほう。もしお母様が会社員とかで厚生年金に入っていた場合に、遺族厚生年金っていうのがさらに上乗せされることもあります。なるほど。ただこれらを受け取るには亡くなった方の保険料の納付状況とか、もちろんちゃんと申請手続きが必要ですけどね。その年金の制度がまさに今社会的な注目を集めている一つの事例で問われていると。 SNS でハッシュタグひなたくんを守りたいって拡散されているケースですね。資料を読むと、お母様が亡くなった後、中国籍の実のお父さんから虐待を受けたとされるひなたくん、今6歳半ですか。そうですね。現在その子をおじさまが保護している状況と、音声とか本人の証言、 PTSD の診断書もあるにもかかわらず、裁判所は映像証拠がないっていう理由で実父への引き渡しを命じたと書かれてますね。これちょっと衝撃的ですね。そうですね。資料からはその裁判所が子どもの安全よりも、形式的にですけど虐待が疑われる親の親権を優先したんじゃないかというかなり強い批判が読み取れますね。さらに判決文の中に、親権者だったらその程度の行為は許されるんじゃないかとか、まだ死亡には至っていないからみたいな、そういう趣旨の記述があったという主張も記されています。それはなんというか言葉がないですね。加えてこの裁判を担当したとされる特定の裁判官の方の過去の判決とか、あとおじさまに対してキリがないといったみたいな情報も指摘されてますね。そういう発言が？もちろん公平性を期すための裁判官の忌避っていう制度自体はありますけど、資料にもある通り、これが認められるハードルっていうのは極めて高いのが現実です。しかもこのひなたくんのケース、おじさま側の主張を読むと、実のお父さんがすでに遺族年金を不正に受け取っていて、さらに将来の年金のためにも子供を取り戻そうとしてるんじゃないかっていう疑いもあると。これは資料の別の部分で指摘されている公的給付金の不正利用の問題とも重なって見えますね。まさにその通りですね。資料では国籍に関係なく、例えば死亡とか収入、婚姻関係を隠したり、資格を偽装したり、書類を偽造したり、いろいろな不正受給の手口がリストアップされています。そんなにいろいろあるんですね。特に外国人に関連する手口として、偽装結婚とか認知、海外の資産隠し、ブローカーが介在するケース、あとは高額な医療費目的で個々を使うとか、そういうのも挙げられてますね。で、ひなたくんの件ではNASAにお父さんが年金目的で子どもの住民票を実際には住んでない場所に移したり、氏名変更したりしたっていう主張がおばあさま側から出ていて、制度が悪用されうるリスクを具体的に示している例と言えるかもしれません。問題の根っこはもっと深いところにもありそうですね。
日向くんのお母様のその死因に関する当初の警察の事情聴取、あれが通訳が十分じゃなかった可能性もあると資料にはありますね。そうですね。外国籍の方が関わる事件でのその言葉の壁っていうのは、捜査とか裁判の適正さに影響しかねない本当に重要な課題です。またあなたの資料にはもっと広い論点として、例えば弁護士とか裁判官、政治家の中にいる帰化した方の存在ですとか、あと特定の人権団体の影響力とか、あるいは帰化情報みたいな公文書へのアクセスが制限されてるんじゃないかといった点にも触れられてますね。かなり広範な話になってきますね。これらが個別の事案にじゃあ直接どう影響しているのかっていうのは、これらの資料だけではもちろん断定はできませんけれども、ただ社会制度の運用を考える上で提起されている論点ではありますね。いやー、今回は遺族年金という制度の話から始まって、一つの痛ましいとされる事例、そして公的支援とその悪用という社会のシステムに関わるかなり大きな問題まで、あなたが集めてこられた情報をもとに駆け足でしたけど見てきました。なんというか、制度の意図とその現実のギャップみたいなものとか、司法判断への問いかけ、そして社会のいろいろな側面が浮かび上がってきたように感じますね。まさにそうですね。一つの事例がこれだけ多くのしかも複雑な問題を投げかけていることに改めて考えさせられます。証拠をどう捉えるか、子どもの最善の利益って一体何なのか、制度運用の透明性、そして社会全体としてどう向き合うか。この一連の情報を受けて、あなたは今後特にどのあたりに関心を持ちますか？例えば子どもの権利と親の権利のバランスの話なのか、それとも公的な制度の信頼性をどう確保していくかっていう方策についてなのか。考えるべき点は本当に尽きないですね。